2026年5月22日、アメリカ政府は新たな未確認異常現象 UAP 関連資料を機密解除した。その中の1件は、1948年12月から1950年5月にかけて、ニューメキシコ州の米核施設、サンディア基地とロスアラモス周辺の上空に出現した緑色の火球の組織的観測記録だ。観測期間は18ヶ月、記録された事案は72件。隕石学者リンカーン・ラパスは、これらをソ連ミサイル説として水爆の父エドワード・テラーに提案した。本動画で扱うのは、アメリカ国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシュが、2026年5月22日に機密解除した国防総省 DOW サンディアの一般通信文書。文書番号 DOWUAPD017 だ。本文書は116ページに及び、1948年12月から1950年5月までの18ヶ月間に、米陸軍特別捜査局 OSI 第17地区が組織的に収集したニューメキシコ州上空の異常現象72件の観測記録と分析を含む。観測はアメリカ機密施設の周辺で集中して発生した。サンディア基地は核兵器設計、ロスアラモス国立研究所は核兵器開発、ホロマン空軍基地はミサイル試験、ニューメキシコ大学は隕石学研究を行っていた。中心人物は隕石学者リンカーン・ラパス。ニューメキシコ大学隕石学研究所所長で、1948年から自発的にコンサルタントを務めた。本動画ではこの公式観測記録から5つの場面を紹介する。ケース1は、1948年12月の最初の観測波。ケース2は、1949年2月のロスアラモス会議。ケース3は、1949年7月のボーン火球と同粒子採取。ケース4は、1950年2月のデイティル写真。ケース5は、1950年5月の総括報告書だ。本記録の収集主体は、米陸軍特別捜査局 OSI 第17地区だ。第17地区はアルバカーキを拠点とし、ニューメキシコ州の機密施設周辺の傍聴を担当した。記録には複数の連邦機関が関与している。米陸軍第4軍、軍特殊兵器計画 AFSWP、米連邦捜査局 FBI、米原子力委員会 AEC、米空軍科学顧問委員会、米空軍地球物理学研究部門、カリフォルニア大学、そしてニューメキシコ大学だ。観測者は科学者、OSI 特別捜査官、航空会社のパイロット、軍のパイロット、ロスアラモス警備員、その他多数の信頼性確認済みの人物だ。記録された異常現象は3つに分類された。1つ目は緑色火球現象。2つ目は円盤またはその変形。3つ目は隕石分類だ。中心的な科学分析を担当したのは、ニューメキシコ大学隕石学研究所所長リンカーン・ラパスだ。ラパスはこれまでに、米陸軍ホワイトサンズ実験場の研究数学者、第2空軍司令部運用分析部の技術部長を歴任した。1948年から第17地区の自発的なコンサルタントとして、緑色火球の科学分析を担当した。本記録の文書番号は DOWUAPD017 で、国防総省と ODNI 等が参加する米政府機密解除プロジェクトパーシュの公式アーカイブ war.gov/UFO で公開されている。ケース1、1948年12月の最初の観測波。1948年12月5日から20日のおよそ2週間に、ニューメキシコ州上空で緑色火球の連続観測が発生した。短期間に集中したこの観測波が組織的な記録体制構築のきっかけとなった。1948年12月、軍と政府の情報機関による連絡会議で、ニューメキシコ州の異常現象の発生頻度が議論された。出席機関はこれらの観測を組織的に報告する必要があると合意した。第17地区がデータ収集と報告の責任を引き受けた。報告書は航空資材コマンド米空軍の航空情報要件第4号に基づき、関係機関に配布された。最初の波で観測された緑色火球の特徴は、通常の隕石とは明確に異なっていた。ラパスは10個の重要な相違点を列挙した。1つ目は、ほとんどの火球が水平方向に飛行した。通常の隕石はほぼ垂直に落下する。2つ目は、12月12日の火球の観測高度は、
通常の隕石の40マイル以上と比べて極めて低かった。3つ目は、観測速度は通常の隕石より遅く、しかし V2 ロケットやジェット機、通常の照明弾より速かった。4つ目は、これだけ低高度の隕石が発する激しい音を火球からは観測しなかった。5つ目は、火球は最大輝度で突然出現した。通常の隕石は細い線から徐々に明るくなる。ケース2、1949年2月のロスアラモス会議。1949年2月17日、ロスアラモスで未読シーロ火球現象を議論する会議が開催された。参加機関は9つだ。米陸軍第4軍、軍特殊兵器計画、ニューメキシコ大学、連邦捜査局、米原子力委員会、カリフォルニア大学、米空軍科学顧問委員会、米空軍地球物理学研究部門、そして米空軍特別捜査局だ。会議では緑色火球の起源について論理的な説明は出されなかった。しかし、現象は確かに存在し、原因が解明されるまで科学的に研究すべきだと出席者は合意した。さらに、機密施設の近辺でこのような未解明現象が継続することは懸念事項だと結論付けた。この会議でラパスは、緑色火球はソビエト連邦が南ウラル山脈から発射したミサイルだという仮説を提案した。ラパスは時刻分析と速度計算を根拠とした。緑色火球の観測時刻は、米国マウンテン標準時の17時から23時に集中している。これはウラル地域の7時から13時、つまり午前中の発射時間帯と一致する。さらに速度計算では、観測された緑色火球の速度であれば、南ウラルからニューメキシコまで15分以内で到達できる。この提案に対し、出席していた水爆の父エドワード・テラーは、真剣に受け取らなかった。ラパスは後に、この理論は真剣に取り合われなかったと記述している。ケース3、1949年7月のボーン火球と同粒子採取。1949年7月24日午後8時26分。ニューメキシコ州ソコロ周辺の上空を緑色の火球が通過したと報告された。観測直後、粒子採取装置による現地調査が開始された。火球通過の数時間後、調査チームが現場に到着した。空気サンプルは地面から約12フィート上空で採取された。35時間後にも現地で空気サンプルが採取された。サンプルの分析を担当したのは、ニューメキシコ工業学校のウィリアム・クロジア博士だ。分析の結果、サンプルから銅元素を含む粒子が検出された。これは緑色火球が通常の隕石ではないことを示すと、調査チームは記述した。ラパスはこの発見の意味を分析した。緑色火球の鮮やかな緑色は、通常の隕石にはほとんど観測されない特徴だ。実験室テストでは、この緑色は水管塩で熱した銅塩が出す色と一致した。波長はおよそ5000ギンキー18オングストロームだ。クロジア博士は、緑色火球から銅粒子が放出されるならば、これらの火球は通常の隕石ではないと結論付けた。今後の火球事案では、緑色火球の実際の経路の下に、できる限り早く採取装置を展開することが推奨された。1950年1月30日の緑色火球事案では、可搬式の粒子採取ステーションが実際に展開された。ケース4、1950年2月のデイティル写真。1950年2月24日と25日、ニューメキシコ州デイティルで未確認異常現象の写真が撮影された。撮影者はホロマン空軍基地のルイス・スタンフィールド5長だ。スタンフィールド5長が観測した物体は完全に丸い発光物体だった。写真の分析を担当したのは、ニューメキシコ大学隕石学研究所所長リンカーン・ラパスだ。ラパスは2つの数値を計測した。1つ目は、物体の見かけの角度直径、つまり空に対する大きさは、およそ 0.25 度だった。2つ目は、物体の見かけの角速度、つまり空での移動速度は、毎分 0.5 度以上だった。この2つの数値から、ラパスは物体の正体について3つの可能性を排除した。1つ目、物体は月ではない。角度直径が月より小さすぎる。2つ目、物体は金星や他の惑星ではない。角度直径が惑星より大きすぎる。3つ目、物体はピントが少しずれた明るい恒星ではない。観測された移動速度が地球の自転による恒星の見かけの動きの2倍以上だった。つまり、月でも金星でも恒星でも説明できない物体が空軍基地に近いデイティルで写真に記録されていた。ケース5、1950年5月の総括報告書。1950年5月25日。
第17地区は、ワシントンの米空軍本部、特別捜査局長ジョセフ・キャロル准将に総括報告書を提出した。1948年12月から1950年5月までの18ヶ月間、ニューメキシコ州で組織的に観測された異常現象の集計だ。記録された事案は、緑色火球分類だけで72件。これは地区サマリーのおよそ 50% を占める。観測者は、科学者、特別捜査官、航空会社パイロット、軍パイロット、ロスアラモス警備員、その他信頼性が確認された人々だ。報告書は、米空軍地球物理学研究部門が、ホロマン空軍基地のランドエア社と限定的な科学研究契約を結んだことも記載している。この期間にラパスは3つの仮説を提示したが、いずれも当時の科学的検証で確定するには至らなかった。仮説1、ソ連ミサイル説。1949年2月17日のロスアラモス会議でラパスがこれを提案した。根拠は時刻分析と速度計算だ。緑色火球の観測時刻は、米国マウンテン標準時の17時から23時に集中する。これはウラル地域の7時から13時。つまり午前中の発射時間帯と一致する。1950年5月23日の第7報告書でラパスは、頻度ピークがマウンテン標準時20時30分であり、通常の隕石の3時、隕石落下の16時のどちらとも一致しないと記述した。速度計算では、南ウラルからニューメキシコまで15分以内で到達できる。しかし出席していた水爆の父エドワード・テラーは、この提案を真剣に受け取らなかった。仮説に、異常隕石落下説。多数派の事案を説明する分類だ。ラパスは第7報告書で、通常とは異なるが不可能ではない、規模、頻度、その他の特性を持つ隕石落下と記述した。ただし、本報告書で10個から11個に拡張された相違点は、通常の隕石モデルでは説明困難であることを示している。仮説3、米国誘導ミサイル試験説。少数派の事案を説明する分類だ。ラパスは機密施設の防衛を目的としたアメリカの誘導ミサイル試験だと第7報告書に記述した。しかし、空軍科学顧問委員会のジョセフ・カプラン博士はラパス宛ての手紙で、これらの非常識な物体を出現させるような米国の実験は知らない、フォン・カルマンも知らないと述べた。3つの仮説いずれも当時の科学的検証で確定するには至らなかった。1950年時点で、ニューメキシコ州上空の緑色火球は正式な解明には至らなかった。本動画で紹介した記録はすべて、アメリカ国防総省が主管する米政府機密解除プロジェクトパーシュが公式に保管し、パーシュの公式アーカイブ、war.gov/UFO で全文を公開している。本動画では、文書番号 DOWUAPD0173 や一般通信文書から、5つの場面を紹介した。1948年12月から1950年5月にかけて、ニューメキシコ州の米核施設周辺で、72件の緑色火球が組織的に観測された。隕石学者リンカーン・ラパスは、ソ連ミサイル説、米国誘導ミサイル試験説、異常隕石落下説の3つを提示したが、いずれも当時の科学的検証で確定するには至らなかった。本事案は、1950年時点で未解明のまま終了し、2026年5月22日、米政府機密解除プロジェクトパーシュにより、未解決 UAP 事案として機密解除された。今回のリリース第2弾には、この記録に加えて CIA エネルギー省 DOE、そして国家情報長官室 ODNI の文書、および国防総省の映像57本が含まれている。本チャンネルは、アメリカ政府が公開した機密解除ファイルを公式記述に忠実に紹介するチャンネルです。今後も世界各地、各年代の事案を取り上げていきます。